ガジャファルコンゾーチアキです。安藤です。今日はパーカー着てるおじさんがおかしいと発言して炎上している件について話していきたいんやけど、もともと作家の瀬能優香氏、27歳が YouTube で40歳近くになってパーカー着てるおじさんおかしいと発言して、これが話題になっていると。で、この発言に対して X でいろんな著名人が論争を巻き起こしとんのやけど、例えば実業家の堀江貴文氏、ホリエモンはおじさんがパーカー着るなとか若い子と交流するなというのはエイジハラスメントじゃないですかね。反論。実業家のひろゆき氏もこういうタイプの人に寄ってきてほしくないのでパーカーを着ることで両者に幸せが訪れると思うオイラですとポストしたと。で、その一方で前澤友作氏は話題の瀬能ちゃんちょっと毒舌だけどわかるっていうのがめちゃくちゃ面白いのでフォローしてます。擁護的な意見もあったり、さらにモデルの藤川ラムルさん21歳がおばさんがおじさん煽ってるだけ、パーカーとか何でも好きな服着ろとポストしたと。パーカーとかなんとか知らんけど好きな服着ればってだけなんだよね。誰が何着てようが興味ないしどうでもいい。と結構バッサリ瀬能氏のことを非難しとるっていう感じなんですよ。まあ、正論やな。このモデルのこの。ごもっとも。これ21歳に言ってるってのが結構刺さっとるんやけど、実際、俺も今31歳やけど、私服でパーカー着ることが多いから、刺さるっちゃ刺さっとんねやけど、そうなの。ただ、この人の場合、職場とかの商談の際のパーカーが悪いっていう話をネット記事の悪意のある切り取り方されて、ある意味炎上しとるのはかわいそうではあるんやけど、それでもそれを踏まえてこう発言しとるっていう可能性はあるとは思っとんのさな。でも俺動画見たけど、もう結局ビジネスの場に限らんような発言やったよ。ああ、そう。パーカー着てフラフラすんなくらいのこと言ってたけどな。でも良くも悪くもさ、こう話題になっている現状としたら、この人に注目が集まってる時点で、こう話題に出してる時点で、この人の価値なんよね。炎上商法といえど。まあ価値やけど、こういう話題のなり方ってどうかなと思うけどな。いろんな人を不快にしてさ。迷惑系 YouTuber とやってることあんま変わらんと思うけどな。確かにな、こんなん言ったらこうなるだろうっていうのはすぐ予想できることやからな。話題になりゃ何でもいいのかっていうな、こういうご時世でやな。最近の。確かに。この人、その動画の中で、パーカーのこと以外でも、米津玄師やクリーピーナッツを歌うようなおじさんはあかんとか、若い子の村、集まりっていうかコミュニティに入ってくる、おじさんと自認してないおじさんがやばいとか、でも若い子とつるもうとするおじさんとか、若い子とつるんどるおじさんは、自分がおじさんっていう自認が薄れるからあかんのやって言っとったな。それでホリエモンがブチ切れとるって感じ。ホリエモン結構怒っとったからな。ホリエモンはもう常に切れとるけどさ。ホリエモン自身もパーカー着てブランドとか出しとるからなおさら刺さったんやろな。すげえピキッとったわ。でもこの人のさ、コメント意見がさ、若者の相違って思われるのもちょっと尺やけどな。確かにな。全員が全員そう思っとるわけでもないのに、この人が若者から見たおじさん論をそう語っておじさんが反論したらさ、そのくくりで若者、これだから若者はってなるやん、また。自分は若者感がちょっと出とるような、個人の感想ではあるけど、そんな感じはした。ちょっとタヌカナにさ、被るよな。タヌカナにな。あれも最初炎上して話題になって。でもタヌカナの場合は当時はスポンサーも下ろされて大変やったと思うけどさ、今結構喋りとかも普通に面白いっていうか、炎上する前のさ、動画の再生数とかと全然比べ物にならんぐらいさ、今成功しとるっちゃ成功しとるからさ、タヌカナと一緒やけどタヌカナにはなれん気がするな。なんだかんだあの人は教養が感じられる。教養かっていうかわからんけど。そうやな。タヌカナのディスりには愛を感じるわ。わかるわ。ちゃんと解決策というか、こういう風にしたらいいよっていうのを示してくれるし。言っとることがあながち間違いじゃないからな。個人の主観もあるんやろうけど、瀬能さんはもう完全にただただ文句言っとるだけみたいな感じがするけど。確かにな。タヌカナは普通にいい人感がすごい滲み出とるから嫌いにはなれやんわ。そうやな。良くも悪くも。立場一緒やけど、ちょっと違うっていうのもあるし、有名になりたくて、あえてやむを得ずみたいな、この立場を守るために、こういう過激なこと言っとんのかなっていう感じは受けたな。確かに。夏場のさ、男性の匂いが無理って言って炎上したアナウンサーおったやん。はいはい、おったな。あれにもさ、ちょっと似とるなって思ってさ、あれも男の人とかおじさんとかをターゲットにディスっとるからさ、おじさんには人権がないんかと思ってしまうな。こんなに若い子から言われて。でもおじさんディスる発言はな、炎上しやすいよな。おじさん的に回したら怖いからな。でも最近そういう性別とかさ、年代でくくって文句言う人多いよ。それで炎上するみたいな。で、この人のさ、立ちの悪いところとかさ、発言した後にさ、
パーカーを作ったりさ、そのおじさんしか着れないパーカーとか、あと、ホリエモンの発言に対してもさ、いちいち噛みついたりしてさ、話題になったもん勝ちみたいな。おじさん向けパーカー、おじ専用パーカーか。あれってさ、この発言した後にいろいろ制作して発注とかしとらんやろうな。さすがにもともと制作が決まっとって、この発言をして注目を浴びさせてからの販売じゃないよな。この炎上後に作ったんちゃうか、これ。さすがにそやんな。制作が決まっとってさ、で話題集めのためにこう火を燃やして、でパーカーに注目を浴びさせたのかなって一瞬思ったけど。ああ、どうなんやろうな。でも早すぎんか？発言してから。でもこういうのはな、簡単に作れるから。あ、そうなんや。うん。しかも注文を受けてから多分作るような感じの仕組みになっとるから。17,600円っていうのはすげえな。誰が買うんやろうとは思うけど。確かに。強気。17,600円。でもあれかもな。一度ついた日を消さんために必死なんかもしれんな。巻き置くベトン乗っちゃう。確かに。だって、この人からすれば今が一番世間から注目を浴びとる時やから。チャンスやんな。カムカナの話じゃないけど、炎上する前と炎上した後の人気っていうのは全然やっぱ違うからな。そうやな。特に別にこの人は女優とかじゃないからさ、別にイメージで売っとるわけじゃないから。確かにな。炎上すればするほどな、注目浴びていいわな。それで CM 下ろされるとかじゃないし。田中菜とかアナウンサーはスポンサーがあったから下ろされたり降板したりしたけど、この人はもういわゆる無敵の人やから、ある意味フリーランスで箔がついたみたいに思ったんじゃない？他人の目を気にせずガンガン物が言える私っていうポジションを作りたいんやろうな、この瀬能氏は。そういう私すごいやろみたいな。それにしては立ち回りがちょっと微妙やけどな。おじさんをこんな敵に回すの。でもおじさんがな、パーカー切りやんくなるかもしれんからな、これで。確かにな。若者から指を刺されるかもしれんからな。確かにな、おじさんのくせにパーカー着とる。おじさんがパーカー着たらかみたいなイメージがついてしまうとな。でもどうなるの？世間のおじさんってさ、パーカーをそのおしゃれ着として着るというよりは、ラフな格好で外出できるときに着るとかそういうもんじゃないの？おしゃれとして着とるわけじゃないんちゃうかな。実際も俺もちょっとした外出とかやったら、パーカーカポってかぶって着て外食とかしに行くときは全然気にせんけどな。そうやな。俺会社、てか業界的に私服の会社が多いからさ、会社にも取引先でも普通におるけどな、おじさんのパーカー。別にそんな違和感を感じやんけど。ただ自分はそろそろパーカー、フード付きのパーカーは卒業した方がいいんかなとは思っとったわ。なるほどね。実際さ、フード付きのパーカーってさ、若者とか子供が着るイメージがないか。確かに、実際若者、子供、学生やな。俺も大学生の頃とかめっちゃパーカー着とったからな。そういうイメージがさ、自分の中にあるからさ、自分がおじさんになってってさ、パーカー着とるとさ、浮いとるというか。確かにな。子供服着とる大人みたいなさ、感じになるような気がして。はいはい。着る頻度はめっちゃ減らしたとか減ったな。でも自分が自分の着る服にそうやってさ、負の感情を抱くのはいいけどさ、他人の着る服に文句つけるのは、確かにな。大人のやることじゃねえよな。そうやな。パーカー着るさ、おじさんをディスる前にさ、他人の服にケチつけるようなさ、この瀬能氏がみっともないというか、大人としてどうなんかなとは思うけどな。確かにな。でもこれに関しては21歳のモデルの子が正しい、好きなもんに。そう。ほんとそうよ。いちいちこっちも気にしたくないしな。着たらどう思われるかとか。もうおじさんになったらな、そこまで着る服気にしてせんくなるしな。もうある服着るだけやんな。そう。この瀬能氏も27歳ってさ、若い部類には入るけど、際どいラインやん、もう27って。アラサーって言われてもおかしくないからな。そうやな。正直21歳の子とかからしたらおばさんなわけやん。確かに。おばさん扱いされとったしな。なんかさ、やっぱおばさんっておじさん嫌いやん。なんでおばさんってこんなにおじさん嫌いになるんだろうな。おじさんがおばさんを相手にしてないからじゃ。おじさんは若い子好きやからな。ちやほやせんくなるからな、おばさんは。そう。同年代じゃない。会社にもおばさんおるけど、おじさんばっかの場所とかめっちゃ嫌うな。飲食店とかでもさ、おじさんがいっぱいおると、おじさんが嫌やみたいな感じで避けたりさ。いやでもおじさん言っとるけど、俺らももう31やからさ、だんだんおじさんに向かっていく中で、どう見られてるのかってこう、ちょっと自覚せなあかん年頃になってきたんじゃない？服装に関しては別にな、いい年してって思われとっても別にいいんじゃないの？誰に迷惑かけるわけでもないしな。それはそう。強いて言うなら結婚とかしとったら、奥さんとかパートナーには、恥ずかしいって思われるかもしれんけどな。あんまり変な服着とると。よっぽどやと思うんでもそんな。若者の服とか、おじさんの服っていうくくりをすること自体がな、時代遅れな気もするけどな。ナンセンスやな。インフルエンサーとかこういう発言する際に、こういうおじさんを叩くと、いろいろ話題を作れるっていう
イメージを作ってしまったよな。ヤフコメでな、炎上できるもんな。ヤフーニュース載ったらな。ヤフコメは年齢層高いから、やっぱ案の定燃えとったよ。賛同する意見もあるから炎上するからさ、女性からすると共感する人が多いんじゃないこういうのも。女性目線だと、代わりに代弁してくれたみたいな感じになるんかな。そうなんじゃない。で、YouTube とかもさ、見とる人おじさん多いからさ、最近は。確かにな。どんどん噛みつかれるわな。俺らもおじさんをディスっていけばな。もっと話題になれるか。あ、確かに。でもいつか俺らもな、巡り巡ってまた自分たちがおじさんの立場になった時に刺さるかもしれんから。じゃあこれさ、おじさんがおじさんをディスるのはあんま炎上せんと思うわ。だからこのおばさんがおじさんをディスっとるから話題になるんやろうな。逆に俺らがおばさんディスったら炎上する。可能性はあるな。ありますよ、ある。じゃあ触らんようにしようか。おばさんは。おばさんに優しいチャンネル心がけていこうか。うん、そやな。心がけてこう。やっぱ何事も燃えんようにしていくのがベストや。そんな感じで、今日はパーカーを着ているおじさんがおかしいと発言して炎上している件について話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。